Hello everyone, this is Sora. What's up? I'm really good as usual. Thank you so much for watching my show. ということで今週もSora先輩クラブ始まりました。いやー、みんな拍手ありがとう。今回のゲストはこれでだから3週目か。いやー、なかなかさ、俺もさやっぱねまだ緊張しちゃうところがあるんだよね、やっぱりね。嘘だおお、聞こえてきたあの天の低音ボイスということで、今週も、この方に来ていただいております。神尾慎一郎さんです。イエーイ、神尾慎一郎です。お願いします。残念ながら何これが第3部でもうお別れなんだよ。あれおかしいな、今日6本撮りって聞いたけど違うの？あ、どうやらそのようでございますよ皆様なんつってそっか、じゃあでもあれか、もう前回ね俺はもう神ちゃんに 100% 近づけたからそうだね。ね、もうね 100% の中だもんね。今50ぐらいになってるけどね。あれなんで坂さん何があった？どうした何があった？俺新パターン必要かなと思って。そっか、ほら今までだんだん今80かな100かなって上がってたじゃん。待って、神ちゃんさ、駆け引き上手だね。駆け引き？いやちょっとわかんないですよ。だって違うの今思ったのが、前 100% って言われてやったって思ってさ、今さちょっと離れられるとさ追いたくなるんだもん。あれこっちの懐に来たのかい？いやー、かわいいやつだね。はめられたよこいつ。かわいいやつだね。この第3部、これまでね神ちゃんにいろんなことを質問してきましたと。やったね。今回この第3部では3部一緒に遊んじゃいたいなと思ってます断固として楽しむ。そうやった断りはしない。ありがとう。だからさね、ここまでいっぱい話してきたから、そんな神ちゃんと最後遊びたいと思うわけ俺は。何しるこれねタイトルというか企画名は先輩チャレンジというわけなんだけれども、今回はこんなオリジナル企画を用意してまいりました。なんだろう。題してヘイヨー、神尾の神がかった低音ボイスはどこまで下がるのか、無茶ぶり低音朗読劇でございます。イエイありがとう。低音無茶ぶり朗読劇だからね、神ちゃんの演技力とかさ、魅惑の低音ボイスがすごいっていうのは、みんな知ってる話よ。だけど、それらをね堪能したい朗読劇を俺はまずやりたいなと思ったんだけど、なるほどね。でも普通のじゃつまらないから、アイムソラオリジナルのルールを持っております。なんでしょう。今回読み上げるのは、白雪姫ではなく空雪姫という世にも有名な童話がございます。なるほど。神ちゃんが朗読してる時に俺は途中で音の高さと役割を言うのね。例えば、低音大魔王とか。なるほど。そしたら低音大魔王っぽく読んでほしいの。ってことは鏡よ鏡大魔王、そういうこと。意味です。そういうことね。そういうことよ。だから臨機応変にいろんな演技をしていただいて、それでは始めてみたいと思います。神尾ちゃんによる朗読劇空雪姫。昔々とっても美しいけれど心の醜いお妃がいました。お妃は魔法の鏡に尋ねました。低音おじいさん。鏡よ鏡、この世で一番美しいのはどれ？低音イケメン。すると鏡が答えます。高音おばあさん。あなたの娘、空雪姫です。低音ラッパー。お妃は空雪姫のまま母です。お妃は激しく腹を立て、空雪姫を両親に殺させようとしました。でも心の優しい両親は空雪姫をそっと森の中に隠して、お妃には空雪姫を殺したと嘘をついたのです。僕楽しい、続けよう。空雪姫は森に住む7人の小人たちと暮らすことになりました。そして小人たちが山に働きに行ってる間、掃除や洗濯やはり仕事をしたり、ご飯を作ったりして毎日を楽しく過ごしました。高音イケメン。空雪姫、私たちが仕事に行っている間、誰も家に入れちゃいけないよ。あの怖いお妃にここが知られてしまうからね。といつも小人たちは言うのでした。高音おばあさん。ところがある日、
鏡よ鏡、この世で一番美しいのは誰？とお妃が鏡に聞くと、ハイテンションな小学生。山を越えたその向こう、死人の小人の似える空雪姫です。と答えたのです。コーンイケメン。なんですって？あの漁師裏切ったね。よし、こうなればコーンラッパ自分で空姫殺そうと考えたお妃は、物売りのおばさんに化けると毒イチゴ手に7つの山を越えて小人の家に行きました。そして窓を叩いて言いました。ー。よー、低音大魔王。小人たちは悲しみ、せめて美しい空雪姫がいつでも見られるようにと、ガラスの棺の中に空雪姫を寝かせて森の中に置きました。そしてある日、一人のイケメン王子が森で空雪姫の棺を見つけたのです。おねなんて綺麗な姫なんだ。まるで眠ってるようだ。イケメン王子は思わず棺の中の空雪姫にキスをしました。ー、コーンラッパー。ずっと私と一緒にいるのですよ姫。低音ラッイパー。ケメン王子と結婚した空雪姫、おじいさん。幸せに暮らしました。ありがとうございます。これ過酷じゃん。超面白かった。すごいね。いやもう俺さ過酷じゃん、どれもいろいろ聞きたくてさ、どこで区切ろうかなってめっちゃ考えちゃった。途中ラッパーしかいなかったじゃん。そう、いやすごいね。韻踏んでないからラップなんて無理だよ。いやでもさ、でもラッパーっぽかった。そうなんだね。すごいね。まあでもね、これあれだから空にもやってもらうよ。え、空にもやってもらうよ。はい戦いだから。俺にも。ちなみに俺もっと指示出しのレパートリーあるから気をつけてね。おっとこれ来たよ。これラップバトルならぬ低朗音と読劇。高音で分けてたじゃん。うん。低中高の3箇所分けとプラスいろんなの出していくからね。おいおい、ちょっと待てよ。いいね。俺からチャレンジを出したはずが。はい原稿準備。はいはい、わかりました先生。ちょっとお待ちください。空はアーティストだって言ったもんな。 OK。 ちょっと待って、めっちゃハードル上がった。それでは空による朗読、空雪姫お願いいたします。頑張ります。昔々とっても美しいけれど高音でミュージカル。心の醜いお妃がいました。お妃は魔法の鏡に尋ねました。中年太りの男性30歳。鏡や鏡、この世で一番美しいのは誰？ミュージカル。すると鏡が答えます。絶世の美女。あなたの娘空雪姫です。字の文。お妃は空雪姫のママ母です。お妃は激しく腹を立て空雪姫を狩人に殺させようとしました。でも心の優しい狩人は空雪姫をそっと森の中に隠して、お妃には空雪姫を殺したと嘘をついたのです。低音の悪魔。空雪姫は森に住む7人の小人たちと暮らすことになりました。そして小人たちが山に働きに行ってる間、掃除や洗濯や春仕事をしたりご飯を作ったりして毎日楽しく過ごしていました。高音の天使。空雪姫、私たちが仕事に行っている間、誰も家に入れちゃいけませんよ。あの怖いお妃にここが知られてしまうからね。ミュージカル。といつも小人たちはいるのでした。低音40歳メタボ。とお妃が神に聞くと、悪魔。山を越えてその向こう、7人の小人の家にいる空雪姫だ。ミュージカル。
美しい安定するんだよな娘さんに贈り物ですよ。ミュージカル。まあなんておいしそうないちごおばあさん、ありがとう。激しいラップ。けれどそのいちごを一口かじるなり空行き姫はパタリと倒れて死んでしまいました。そしてある日一人のイケメン王子が森で空行き姫の棺を見つけたのです。あ関西弁。あ、あたいはあたい？あたいはあたい？あたいはあたい？どこにいるんやろかなどこの人？とイケメン王子が尋ねてたらしいで。歌う。ずっと私と一緒にいてね姫様。ラストはミュージカル。イケメン王子すごいとよね。結婚した空行き姫はずっと幸せ何を見せてるんだろうにね。暮らしました。ハートが強い。イエーイちょっと待って、めっちゃぶっこんでくるね。だってなんかめっちゃぶっ込むものだってさっき言ったそうから。なんだけどさ、うわぶっこみ力負けたわ。こうやってたくさんいろんなキャラクターというかをやる上でなんかコツあるの？年齢を変えるっていうのは空気の当てるとこを変えるんですけど、こう口があるじゃん。口があったらさ、こう息がここに当たってこう跳ね返って出るのが普通の音だとするなら、この息の当てどころを前に移すのね、ポイントを。こうやって喋ってて息の当てるポイントを前にしていくっていうのはだんだんこういう音になっていくわけよ。でこの口の先の方で喋るっていうと高くなって年齢感が若くなっていく。でこれをだんだん後ろにするだけ、当てどころを後ろにするとだんだんこう深くなっていくじゃない。深くなったってだんだんやってこうなった後に、あとはここの筋肉を下げるとおじいちゃんの方になってすこういうご動きが一番単純な年齢の動きなんじゃないかな。い。いやーでも勉強になりましたわ本当に。そんなことないよ、いい声だったよ。本当。どれが一番良かった？やっぱね、歌とミュージカルで差がついたのが良かったね。あ、そうだね。俺なんかミュージカルって言われた時やっぱなんかこう壮大な感じというか、で歌って言われたらなんかこうちょっとやっぱねアイドルっぽい。そうちょっと歌って言った瞬間にこうアイドルとしての空がちょっと見えちゃったから、本当？あ、これちょっと番組食われちゃうなと思って、もうこれ俺の番組ってことだぜ。出ちゃよこれ。これもうさ、いやだから俺さ何3回分手の上でやられてんね、こうやって。いやね、本当に今日のゲストはアイムソラさんでした。ありがとうございました。はい、ちょっとさ、おこがましい質問していい？いいよ。俺かみちゃんとお友達になれるかな？いやもうなってるでしょ。うそー、マジで？一部の時点になってるよ。しょっぱマジなからで？やった、ありがとう。そしたら最後に、俺からの、お願いが2つあります。なんだいまず1つ目は、うんたくさんの世界の人が見てくれていて、かみちゃんのような夢のようなお仕事を目指している人、夢を追いかけている人がすごく多いんだよね。だからその人たちに向けて何かこうアドバイスとか一言お願いします。はい。夢っていうのは夢のままでやりたいな、いいなって思う気持ちももちろん大事。だってそれは自分がそうはできないって分かっててでも夢を持ってるっていう、なんかその姿も美しいし、でももし環境が許して自分がもしその夢を目指せるんであれば具体的に目標に変えちゃうっていう、でその原動力にね、空とか僕とか、そういったものの、パワーが少しでも微力なれどお手伝いになれば僕らは後押しをしていくので、自分を曲げずにまっすぐに進むっていうのはね、とても美しいことだと思うので、僕は心から応援しております。皆さんをありがとうござい応援してまますす。最後にね、一つもう一個お願いなんだけど、 OK そちらに見えます、ノーティスミー先輩ガチャ、ここにねあこサインをしてほしいの。これだね。いや僕はしっかり目の前に書きます。ありがとう。こうだよ。すげえうわ嬉しい。でもサインしてくれてありがとう、はい俺それ宝物なんですと呼ばれた時はよかったらまた来てください。ぜひぜひよかった、ありがとうございますす。ぐ来ますよ。よし、それでは
空先輩クラブ with 新一郎神よこの辺で終わりです、はいじゃあ一緒に言いましょうか。せーの Thank you バイバイ。また会いましょう。チャンネル登録してね今すぐによろしくねよろしくねよろしくね。